ではよろしくお願いします。ではストリング・ミーツ・エンコーディングというタイトルで、今泉がお話しします。最初に軽く今日のアジェンダです。まず今回ストリングスプリットについて調べていくきっかけになったことをお話しします。その後、CSV リードをスタックプロフで調査していきます。そして、ストリングスプリットをパーフで調査し、最後にストリングスプリットを早くしようとした話をします。Ruby の6351番でドラフトの PR 開いてますので、興味があればそちら見ていただければ何をしようとしたかはわかると思います。全体としては CRuby のストリングの高速化のためにどんな調査をしたかという話です。これをきっかけに CRuby のストリングエンコーディングについて興味を持っていただければ幸いです。私の測定環境です。基本的には MacOS 上で、パーフを使うときにはベイグラント上の Ubuntu で実行しています。自己紹介です。今泉と申します。Twitter、GitHub も今泉というアカウント名でやっています。英和システムマネジメントという会社に所属していて、地域 Ruby コミュニティでは浜田 RB、福岡 RB にオンラインで参加したりしています。私は文字と文字コードに興味があって、今回もその一環で調査をしました。浜田 RB について少し宣伝です。浜田というのは島根県の浜田市のことなのですが、オンラインで Ruby の勉強会を開催しているので、どこからでも参加できます。Ruby ハッキングチャレンジというのは、クックパッドの笹田さんが以前、されていた CRuby の入門となるワークショップですね。で、そのフォークのイベントを、浜田 RB でも開催しています。浜田 RB は CRuby にパッチを送っているメンバーが参加しているので、いろいろ質問しながら Ruby ハッキングチャレンジに挑戦できます。Ruby 会議を聞いて、自分も CRuby 触ってみたいなと思った方がいれば、ぜひ9月20日の浜田 RB に参加してみてください。あと、所属している英和システムマネジメントでも OSS にパッチを送ったり相談する会を毎月開催しています。そちらもよろしければ参加してみてください。また、私たちは Ruby コミュニティと一緒に成長していきたいエンジニアを募集しています。興味があればお声掛けください。さて、きっかけの話なのですが、去年私は Dive into Encoding というタイトルで自作文字コードを CRuby に組み込む話をしました。今日のトークは去年のものとはつながりはないのですが、話した後に Twitter でこんな投稿を見かけました。須藤さんから、Ruby のエンコーディング周りで何かやりたい人は、ストリングエンコードの高速化をしてほしい。今は CanAllCSV を PureRuby でパースするのと同じくらい CP932 から UTF-8 の変換に時間がかかるというツイートを見ました。で、これを見て高速化に取り組んでみようと思ったのですが、私は CSV リードからストリングスプリットを高速化しようとしました。なのですが、これよく見ると、ストリングエンコードを高速化してほしいっていう話なんですよね。CSV の部分に引っ張られてしまって別の部分を高速化チャレンジしてしまったんですが、はい。そういうわけで、すいません。ストリングエンコードじゃなくて CSV リードを高速化しようとしたっていう話です。Ruby 会議のプロポーザルに、須藤さんのツイートに答えますってかっこいいことを言ったんですが、全然違うことをやってました。ストリングエンコードの高速化は今後の宿題とさせてください。では、改めまして CSV リードを見ていきます。先ほどのツイートに CanAllCSV というものが登場していたんですが、これを、読み込ませて挙動を見ていきましょう。まず先ほどから出てきている CanAllCSV についての説明です。これは日本の郵便番号データの CSV ファイルです。ファイルサイズは 16MB と少し大きめです。データとしては15列あり、行数が124,541行あります。エンコーディングは CP932、Windows 31J とも呼ばれる文字コードです。日本語の文字コードでは目にすることが多い文字コードですね。で、中身はこのような、データです。数字が入っていたり、日本語が入っていたりしています。ちなみにヘッダーはありません。だいたい1行80から100文字ぐらいで、15列あって12万行あります。今回はこのデータをもとに CSV リードの高速化について考えていきます。
そんな CanAllCSV をベンチマークでどれぐらいの時間がかかるか見ていきたいと思います。今回は比較のために UTF-8 のバージョンも用意しました。ちなみになんですが、CRuby の文字コードはエンコーディングによって速度が変わることがあります。例えばよく使われる ASCII ビット、UTF-8、US ASCII には最適化が入っていて、高速に処理できるようになったりしています。そのため、ここでは CP932 が UTF-8 に比べて極端に遅くないかなっていうのを確認するために UTF-8 でも結果を見ています。実行した結果がこちらです。トータルの列を見ていただきたいのですが、CP932 が 1.79 秒、UTF-8 が 1.17 秒となっています。速度差があるのは先ほどお話ししたように、エンコーディングによって少し、処理時間が変わるっていうところがありそうです。比較した結果、CP932 で 1.79 秒、UTF-8 でも 1.17 秒かかっていて、16メガバイトのファイルの割には結構重そうな処理ですね。なぜ、これぐらい時間がかかっているのか、重い箇所はどこなのかということを調査していきます。Ruby の CSV ライブラリは Ruby で書かれていますので、Ruby のプロファイリングツールの StackProf を使って見てみます。StackProf はサンプリング型のプロファイリングツールです。つまり1秒間に1000回スタックフレームを確認して、どのメソッドが実行中かというのを調べる方式です。なので、メソッドの実行割合は調べることができますが、メソッドの実行時間は調べることはできません。サンプリングモードでは Wall、CPU、オブジェクト、カスタムを選択できます。また、フレームグラフを出力することもできて、これを使うと、メソッドごとにどのぐらい実行されているかというのをグラフで表示することができます。これがスタックプロフを使ってみるサンプルコードです。スタックプロフランの引数にどのモードで動かすか、結果の出力先などの情報を渡します。最後に書いているロートルーというのはフレームグラフを出力するために必要です。このブロックの中が実際に実行したいコードになっていて、ここでは CSV リードを計測します。計測結果はスタックプロフコマンドに出力したファイルを渡すことで見ることができます。ここでは標準出力に出していて、トータルの下のあたりも見ていただきたいのですが、ストリングスプリットが 29.6%、IO ゲッツが 19.2%、ストリング角括弧が 15.8% かかっていることがわかります。今回はこれだけでもわかるのですが、試しにフレームグラフも見てみたいと思います。フレームグラフは、スタックプロフコマンド実行時に-D3 フレームグラフを渡すと出力できます。HTML ファイルなので、これはブラウザで見ることができます。これは、どのメソッドがどれぐらい実行されたかを表した図で、注意点は、呼び出し順は下から上に見ていくこと。そして、行の横はアルファベット順で別に実行順になっているわけではないっていうところが、注意点です。で、この図で何を見たらいいかというと、上の方にあって、幅が広い関数を見てるといいです。例えば、ストリング each ラインの実行時間は上に3つ辿っていくと、ストリング角括弧とストリングスプリットが幅が広めの関数になっています。少しアップにしてみたんですが、あんまり見えづらいですね。ストリングスプリットは上の方にあって幅が広いので、実行されている割合が多い関数だとわかります。では、ストリングスプリットが割合が多そうっていうことは分かったんですが、CSV リードのソースコードの中でどこで使われているかっていうのを見ていきます。グレップスしてみるといくつかヒットするんですが、実際にメインで使われているのはこの2行です。942行目と985行目は全く同じコードですが、これはオプションでどちらを通るかっていうのが変わるので、実質1行だけでほとんどの時間を使っています。ざっくり言うと CSV のこの、CSV の各行でこのスプリットが呼ばれています。なので、CanAllCSV で言うとだいたい12万回ぐらい呼ばれているわけですね。ここまでのまとめです。CSV リードで CanAllCSV を読み込むと、
1.8 秒かかり、少し重たいということが分かりました。どこにボトルネックがあるのか調べたところ、ストリングスプリットに実行時間の 29% を使っているということが分かりました。ストリングスプリットは C 言語で実装されていて、スタックプロフではプロファイリングはできません。なので、ここからはパーフを使って、ストリングスプリットにどれぐらい時間がかかっているかを調査していきます。さて、調査に入る前に、ストリングスプリットについてどんなメソッドか軽くご紹介します。引数は2つ取り、どこで区切るかを指定するパターンと、何個まで区切るかを指定するリミットです。パターンには、正規表現と文字列などを渡すことができます。リミットには数字を渡します。返り値はブロックを渡さない場合はアレイで、ブロックを渡した場合はセルフを返します。サンプルコードは以下に貼っています。例えば A、B、C、D、E、F をコンマで区切るようストリングスプリットに渡した場合、返り値は A、B、C、D、E、F の各インスタンスが返ってきます。というわけで、パーフでストリングスプリットを見てみましょう。パーフは、Linux 向けのパフォーマンス解析ツールです。ここでは取得できる情報を増やすために、コールグラフ、ドワーフオプションをつけています。2行目が実際に実行する Ruby のコマンドで、これの開始から終了までをパーフで取得するという流れになります。得られた結果をパーフレポートで出力するとこうなりました。何が何やらっていう感じですね。で、これは、Ruby コマンドで実行した関数で、実行時間が割合が長い順に並んでいます。ただ、実際の割合ではなく呼び出し先の実行時間割合も含まれているので、このままではストリングスプリットが早すぎて全然わからないので、ちょっとやり方を変えてみます。パーフに渡す Ruby のコードを少し変えてます。今度は、ストリングが100文字で分割個数は50個になるように作ってます。そしてそれを20万回繰り返します。20万回という数字は特に意味はなく、あまり繰り返しすぎると、パーフデータっていう出力ファイルが重たくなりすぎて、この時点でも 9.8 メガバイトあるんですけど、20メガバイトくらいになって、ちょっと出力に相当時間がかかるので、重くなりすぎない程度の時間にしました。回数にしました。パーフレポートを、先ほど20万回ストリングスプリット実行した結果を抜き出しました。ストリングスプリット、一番上が RB ストリングスプリット M という関数で、これが実際呼ばれているんですが、それに 87.71% ぐらいかかっている状態になっています。で、その結果をこのように出していますが、グラフで見てみましょう。で、フレームグラフで RB ストリングスプリット M を、より上を抜き出した画像です。上の方に、フレームグラフは上の方にあって幅が広いものを見るといいので、ちょっと、主要な関数を抜き出してみます。一番左にあるのが RB アレイプッシュです。繰り返しになりますが、これは実行順ではないので、横の並び順はあまり気にしないでください。RB アレイプッシュの長さがそこそこあって、その隣に RB エンコーディング、コードレンジ、ストリングコピーフォーサブストリング。これ長いので、この後 RB エンクなんとかかんとかと言います。それがありまして、ストリングニュー0っていうのが来ているとわかります。で、ここまででどれくらいストリングスプリットの中で時間がかかっているかっていうのを、まとめました。ストリングニュー0に 40.13%、RB アレイプッシュに 19.25%、RB エンコーディングなんとかかんとかに 13%、RB メモサーチに 4.88%、RB エンコーディングライトキャッチャーヘッドに 3.68% かかってます。で、これが何なのかっていうことを見ていくんですが、CRuby でのストリングスプリットの実装を軽く追いかけてみます。概要だけ書いているんですが、CRuby での実装はまず引数チェックから始まります。文字列がエンコーディングに対して正しいかどうか、壊れた文字じゃないかっていうことを確認します。で、またクラスが正しいかなどのチェックも行っています。
その後、スプリットの第一引数に渡した、パターンのチェックをします。これで、正規表現なのか文字列なのかを確認します。そして、文字列の終端までループに入って、まず区切り文字を探します。例えば先ほどであればカンマが区切り文字なので、カンマに到達するまで、どんどん文字をサーチしていきます。で、その後、例えばカンマが見つかった場合は、カンマの前までにあった文字を、抜き出して、新しいストリングのインスタンスを作ります。そして作ったストリングのインスタンスを、結果、ここでは配列に入れて、これを、文字の終端まで繰り返し、最後に配列に詰め込んだ部分文字列を返します。で、この流れを見ると、上2つはストリング入とアレイプッシュなので、それなりに時間はかかりそうだなっていうのが想像がつきます。ただ、この次に来ている RB エンクなんとかかんとかが 13% もかかっているっていうのがちょっと気がかりなところです。そこで、このコードを追いかけてみます。まず、RB エンコーディングなんとかかんとかを呼んでいる RB ストリングサブセックを見てみます。これは、元の文字列から部分文字列を作るっていう関数です。大きく2つに分かれていて、1つ目が、元の文字列から部分文字列を作るという部分です。引数にもらっている、ベグとレンが下端位置と長さなので、元の文字列から下端の位置からこれだけの長さを、新しいストリングのインスタンスとして作るということをやってます。ただ、この時点ではストリングのインスタンスにエンコーディングとコードレンジをセットしてません。なので、ここでセットします。エンコーディングというのはそのまま文字コードなんですけど、コードレンジというのは、文字列がバイト列に対して壊れてないかっていうチェック結果が入ってます。Ruby はストリングごとに、バイト列とエンコーディングそれぞれ持っていて、それが正しいかどうかっていう状態を持っているわけですね。RB エンコーディングコードレンジストリングコピーサブストリング、このメソッドの意味もそろそろイメージがつくようになってきたかと思うんですが、これはエンコーディングとコードレンジを、元のストリングからサブストリング部分文字列にコピーしますよという関数です。1行目がエンコーディングをセットする関数を呼び出していて、その下がコードレンジのチェックになっています。で、次のストリングエンコーディングコピーを見ていきます。ストリングエンコーディングコピーはまず、RB エンクセットインデックスを呼び出していて、大文字で書いてあるエンコーディングゲットがマクロになっていて、これで、ストリングに元の文字列のエンコーディングを動的に取得して、で、RB エンクセットインデックスに返り値の数字、イントを渡してます。で、RB エンクセットインデックスでは、まず、もらったオブジェクトがフローズンじゃないかっていうのをチェックと、マストエンクインデックス、もらったイントの数字が正しいエンコーディングの数字かっていうのをチェックと、そして最後に実際にエンクセットインデックスで、オブジェクトとインデックスを、対応付けてます。で、パーフで見た RB エンクコードレンジストリングコピーフォーサブストリングの結果がこちらです。気になるのがいくつかあって、マストエンクインデックスに 1.92%、RB チェックフローズインラインに 0.59%、RB エンコーディングゲットに 0.67% かかってます。ここでストリングスプリットの性質について少し考えたいのですが、ストリングスプリットはもともと元の文字列があって、その部分文字列を抜き出して配列に詰め込んで返すという関数です。なので、先ほどはエンコーディングゲットで動的に元の文字列からエンコーディングもらっていたんですが、元の文字列のエンコーディングをそのまま動的に取得せずに渡してあげればいいのではないかと考えました。また、ここで RB チェックフローズでフローズンのチェックも行っているんですが、作っている
ここですね。ここでストリング作ってるんですが、フローズンしてなさそうなので、このチェックも不要じゃないかということで、これらのチェック処理を外した関数を作ってみました。実際にエンコーディングセットしているのはエンクセットインデックスなので、ここだけにしてみます。で、これだけで、ベンチマークを実行して、どれぐらいの処理時間になるのかっていうのを見ていこうと思います。これは Ruby のスクリプトで、ベンチマークジェムを読んでいて、確認のために UTF-8 ので、CAN-all-CSV っぽい文字列と、あと、同じぐらいの文字の数と、にした US-ASCII の文字列を準備しました。これを、100万回実行して、どれぐらいになるかっていうのを比べてみます。その結果がこちらです。Ruby 3.1.2 で実行した場合、UTF-8 は 1.848 秒、US-ASCII は 1.41 秒でした。で、Ruby 3.2.0 Dev 9月5日にビルドしたバージョンだと、UTF-8 で 1.44 秒、US-ASCII で 1.50 秒でした。これは 3.1.2 から 3.2.0 の間にストリングの処理の改善などが入っている影響だと思われます。そして、私の手元でビルドしたビルト Ruby では UTF-8 は 1.31 秒、US-ASCII は 1.36 秒となって、だいたい 3.2.0 Dev から比較して 1.1 倍、3.1.2 から比較すると 1.4 倍の速さになりました。やったね。で、最後にまとめです。ストリングとエンコーディングのチェックは少し重たいところがあります。例えば先ほど出てきたマストエンクインデックスも、イントがエンコーディングとして正しいかっていうのをチェックする処理だったんですが 1.9% ぐらいかかっていてちょっと重かったです。また今回は登場しませんでしたが、ストリングの文字列が壊れてないかっていうことを確認する must not broken っていう関数もあるんですが、これも少し重いです。で、これらの処理は壊れてないかっていうのを確認するためにとても大事なんですが、必要でないところで外したり、あとは、不必要に重たい処理になってしまっているところがボトルネックになっていることもあるかと思います。例えば最近バイルートさんがすごく精力的に取り組まれているんですが、RB エンコーディングという重たい構造体ではなく、もっと早い状態で先にチェックを済ませてしまって、必要があれば RB エンコーディングの方に確認に行くというような改善を入れて 1.1 倍ぐらい速くなっていたりします。このように、繰り返しになりますが、エンコーディングやストリングのチェックには少しオーバーヘッドがかかります。これを、省略することで少し処理時間を早くすることができます。Ruby の便利なエンコーディング、ストリングのための処理ではありますが、そこをなんとか早くしていきたいなと思います。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。